今日の話はですね、コミュ障対策、絵描きのためのコミュ障対策ですね。絵描き界隈の人はやっぱ自分コミュ障なんですよっていう人が結構多いんですね。なんでやっぱり人の目見れないですとか、うまく話せるか不安ですというですね、なんでしょうね、楽しみだけど不安が多いみたいなね方がですね、少なからずいらっしゃるんですね。なんでちょっとそんなような話をしたいなと思ったわけですよね。で、その絵描き界隈の人がですね、集まった時のあるあるですね。これ言いますよ。まずね、集まるとシーンってこうしますね。はい、どうもみたいな。シーンってこうね、まず最初の30分はこれですね。はい。で、これがですね、1時間過ぎたぐらいからですね、だんだんこう話し始めるんですね。で、もうこれがですね、終わる間際になるともうガヤガヤざわざわがもう誰の声も聞こえないみたいな状態になって、もう撤収しますよって言ってるのにですね、もう撤収の邪魔になるぐらいです。みんなもうその場を立ち去ろうとしないようなね感じになりですね、かと思ったらですね、なんかその駅前とかね、なんかどっかのコンビニの前とかで、あれってアニメシルクの子だよね、人だよねみたいな感じで、なんかそこで多分オフ会で知り合った同士でなんかずっと話し込んでるんですよ。なんかその街の角々にですね、アニメシルクのオフ会に来た人がですね、角々で話してるんですよ。一番重要なのは、これはもう絵も同じだと思うんですよ。コミュニケーションと絵って俺結構やっぱり似てるっていうか、絵そのものがコミュニケーションじゃないですかね。やっぱり話すことも絵と同じで、人と話さないと基本的に話ベタになってきます。それで何でもそうなんですよ。なので皆さん、自分は話すのが下手、話すのが、得意じゃないんだって人、そもそも自分の好きな話できる相手が今までいなかっただけなんじゃないんですかっていう可能性ありませんか？ちょっとむしろ人と仲良く楽しく話さない子は、クラスのぼっちでかわいそうなやつ、痛いやつ、ぼっちザーロックってそういう話なんだっけ3、4話ぐらいまでしか見てないですけどね。見たんだよ。でも3、4話ぐらいまで逆に言うとネット村の方に勧められて見たんですけど、そんな感じで、そのぼっちって言葉があるように、なんか痛いやつだからっていうようなね話あるじゃないですか。でもね、それ単純に自分と話が合う人がいないだけなんじゃないかなっていうふうに思えば、今までそういう出会いがなかっただけなんじゃないかなと思います。はい。だからコミュ障って言ってもあれですよ、私絵が下手なんですっていう人、それただ今まで描いたことないだけじゃないですかって話と同じなんですよね。それと同じなんですよ、ね。今までそもそも話したいと思う人に会ってこなかった。絵って結構ね、最良のコミュニケーション方法だと僕は思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱり絵描きだったら分かるよね。絵1枚見たらその人がどういうジャンルが好きで、どういうような、なんでしょうね、趣味嗜好があってみたいなね、もう丸分かりじゃないですか。だから名前、アカウント名っていうのかな、名前が分かってて、なんでしょう、その人の投稿を、Facebook とかで、見てたら、あるいはその Discord とかで見てたら、かなりですね、普通だったらそうだな、何回も繰り返さなきゃいけない人間関係をね、1回のもう〇〇さんですね、あなたの絵よく見てますよ、私〇〇ですよと言った瞬間に、あの人じゃないですか、あの絵の人だってね。その絵ってね、すごいね、その途中のめんどくさいコミュニケーション全部度外視にして、ステージ4、ステージ5ステージ1、2、3が何かは分かりませんが、かなり深いとこから話できるんですよ、これ絵って。普通のですねコミュニケーションっていうのは、はじめましてみたいなね、どちらからお越しですかみたいな、ここ福島県だから福島県ですと、じゃあ今の頃あれですねって、僕も昔福島行ったことありますよみたいなね、あれですね、白虎隊ですねみたいな話してね、白虎隊よくご存知ですねみたいな。どうでもいいんだよそんなの、正直そんな話なんてどうでもよくないんだけど、このどうでもいい話をですね、ぐるぐるですね、巨人好きなんですよ、僕阪神なんですよね、やっぱ関西だからみたいなね、このどうでもいい話をですね、ぐるぐるね、何周もして、だんだんですね本質の話になんかなんないです。そう、本質って何かと、自分が本当は何が好きかってことですよ。自分は本当は何が好きで、どんなものを描きたいのか、描きたいじゃなくても好みですね。そんな話しないですよね、できないですよね。これがね、どこ出身とか
まあ今お仕事何してるか、まあそこら辺の話は別にしてもいいと思うんですけどね。そんな話はまあ割ともう高速で終わり、そこでなんか無駄にですね話を広げる必要がなく、いきなりその人が好きな本質に行けるのがですね、やっぱ絵描きのコミュニケーションとしてはですね、やっぱでかいんですよ。そうそう、だからね、ネット村の書き込みでもある方が書いてましたけど、ポートフォリオっていうのかな、スマホでいいと思いますけれど、なんか絵をまとめとくといいですよ。あるいはこの何でしょうね、花見までにそういえば今まで書いたものね、ちょっとツイートしとくといいし、まあそれ実際そこにね、スマホみんなで見るって言ってもなかなか見れなかったりするから、やっぱり一冊ね、ものでファイルであるとかなりやっぱりすごくいいんじゃないかなと思います。まあもちろんね、実物だと、まあ実物でもいいんですけど、ちょっと不安だなって人はコピーして、ファイリングするとかでもいいですし、そうするとかなり入りやすいんじゃないかなと思いますね。会話が盛り上がりやすいっていうんですかね。そう、自分話すの苦手なんですよっていう人全然ね、もう僕これ書いてるんですよね、ごそっと出すだけでもそれでコミュニケーションになります。って絵描きっていうのは、そう、むしろ僕みたいにベラベラ喋るタイプの人の方が珍しいと思うんでね、そうやって自分がそう話すだけがコミュニケーションじゃないんです。むしろ絵ってコミュニケーションツールですよね。そうなので、本来的にはですね、遠くの人に全然知らない人に見せるっていうコミュニケーションツールですよね、どっちかというと絵って。そうではなくて、目の前にいる人、今度ねそうやってオフ会をやるって言った時に、目の前にいる人にもですね、自分こういうの書いてるんですよってね見せればいいし、もしも自分がこういうことをやりたいと思ってるんですって言ったらですね、ぜひそういうことはどんどん言わないより言っていった方がいいです。まあ分かりやすくてアニメーター志望、漫画家になりたいとかね、そういうね自分の野望とかはですね、なるべく早めに言った方がいいです。なんでかね、結局アニメーター志望だったらあっちにプロのアニメーターさん来てるからって誰か言ってくれたりするんですよ。あの人の話聞くといいよって。そう、もうその場にですね、プロのアニメーターさん今現役で活躍してる人とか平気でいますから、それがですね、こんな画力の私なんかがそんなアニメーター志望なんて言っていいのかしらみたいなところですね。結局一応ポートフォリオまでは持ってきたけれど出すことができなかった。その似たような会合が次いつあるんだ。まだ次のねオフ会は予定がないんですが、まあちょっとそれは考え中なんですけど、何ヶ月かは分かんないですね。その何ヶ月もったいなくないですか？すごくもったいないと思いますね。その時間その場でですね見せたら、いけんじゃないのっていう風に、なんか次のもう5月6月ぐらいの募集に応募してみたらって話になるかもしれないし、まあちょっとこのレベルだとまだアニメーター実際にその元請け会社とか受けるのはきついかな。いや別に場所を選ばなかったらどこでも入れるかもしれないけれど、まあもう一段上げた方がまあ入れるところやその教育のいいところっていうところ狙えんじゃないのみたいな超具体的なアドバイスもらえるかもしれない。もちろんアニメーターに関しては僕に見せてくれて、ある程度ね、まあ僕に見せてくれればアドバイスできると思いますが、僕以外のですね、今現役でやってる人っていう目線の方がより具体的にアドバイスもらえるかもしれないし、あるいは僕以外の意見っていうのでさん言ってたことと同じこと言ってるとか、あるいは室井さんと違うな、大体同じですよ。これマジで面白いけれど大体同じことを言うとは思いますが、1人より2人2人より3人に言われた方がより具体的に物事っていうのは分かると思いますので、ぜひ、そういうね場を使って聞いてほしいんですが、やっぱり最初にその自分のねやりたいと思っていることをやっぱり言えないと話が始まらないんですよ。もったいないですよ。自分の性質をやっぱ知ってるっていうことが多分一番大事なことで、逆に言うと自分が何ができてて何ができないか、何に対してすごく苛立ってしまう、それをなんか人になんかその怒りをぶつけてしまう癖がある、この癖があるっていう状態を自分で自覚してて分かってたら逆算できるんですよ。またやっちゃった、これやってる時だってちょっと一回ですね、この自分のですね何でしょう、それをですねちょっと自分で抑えることができるんですけど、気づいたら走っていたみたいな気づいたら夜中なんか走って、もう絶賛走ってました、自分のもういつものやつ始まってましたみたいなね。
っていうことがですね、やっぱ自覚があることによってよりそれをですね自分で抑え込んだりとか、あるいはですね改善方向に向かわせることができるんですね。だからまあやっぱり自分の特性をある程度自覚がある、あるいは自分に何らかのそういう、ことがあるんじゃないかな。でもそれだけれどやはりそういうものをしてみたい、好きだ、やってみたいと思うことはですね、その心に間違いはないので、その気持ちにですね素直に普通にやればいいんじゃないかなと思います。だからその花見行ってみたいなと思う、そう花見に行ってみたいってちょっとあなたがもしも思ったならば、あるいはそのオフ会にちょっと来てみたいとちょっとでも思ったならば、多分コミュニケーションコミュ障ではないと思います。多分コミュ障っていうのはコミュニケーションが必要ではない人なんじゃないかなと僕は逆に思ってます。コミュニケーション障害っていうのはむしろコミュニケーションそのものを必要としていない人間なんじゃないかと思うんですよ。逆に言うとコミュニケーションを自分でちょっとでも取りたいと思ってる時点で、それは絵が少しでも上手くなりたい、描いてみたいと思う人と同じで、ちょっとぐらいコミュニケーションの才能があるんですよ。まだちょっとですけれど、ね、そうですよね。絵描いてみたいと思った時点でちょっとぐらい絵向いてんですよ。そもそも必要じゃない人は、あるいはそれをやりたいと思う人、やりたいと全く思わない人にとってそれ不要なものなので、本当の意味での多分コミュ障っていうのは本当に必要がない、コミュニケーションが煩わしくてしょうがない、なるべく一人でいたい。でもそういう人ってどうなのかな、本当にいるのかなっていう気がしますよね。なんですが、僕はそういうふうにちょっと思いますけどね。だからちょっとでも、そういうものをしてみたいなと思う人は、自分がですねより、今までできるように、自分のハードルをあまり上げすぎずに、なんかうまく話そうとか、なんか人の目をそんなに気にするとかね、そういうことはなるべくしないようにですね。あと数の問題ですね。もう1回が2回、2回が3回。でもね、過剰に自分に負荷を加えるとですね、やらなくなるんですよ。無理です、そんなの。僕にはそれは無理だというふうに、僕はある種の諦め、それは甘いかもしれないです。しかしですね、そういうの自分はこのぐらいだったらできる、これはできないってことあるんでね、そういうことなんですよね。だから自分のハードルを上げすぎないっていうのはそういうことです。正確に言おうとすればするほど、うまく話そうとすればするほど自分の打つ手がなくなるんです。だからラフなんですよ。ラフっていうのはね、鉛筆止まる人いるでしょ。それは一発で正確にうまく書こうとしてるからですよ。無理ですね、それは。もうちょっとテンション下げて、なんかふわーっとした気持ちでですね、一本ふわっと線を置いてみようかみたいな、そんな感じなんですよ、俺のこの会話はね。気合ガジガジのトレースなんかしたらですね、無理ですよね。っていうふうにね、自分のこれは何なんだろうとか、あるいはそのぐらいに考えないとですね、会話ってできないんですよね。っていうか僕の周りでアニメーター界隈で言うとですね、なんか陰キャと陽キャが極端ですね。絵がめちゃくちゃ上手い人ですよ。絵がめちゃくちゃ上手い人で言うと、とにかくガーって話してたい人と、全く喋んないんだけど、すげえ心にね熱いものがあるみたいな、この2パターンですね。でもどっちかっていうと僕陽キャが多い気がする。全く喋んないんだけど、なんかその飲み会にいるみたいな人いるんですよ。ふふってたまに割ったりするんですけどなんかね、そのすごい上手い人の特徴は極端ですね、はっきり言って。もうほんと極端。すげえ喋る人と全然喋んない人のどっちかマジで面白いぐらいね。アニメ業界で何人かそういう知り合いができて、もう一晩中喋ってんですよ。そういうのをね、何度も何回かもこう繰り返していく間に、自分が話すってことにだんだんやっぱ慣れていくというか、僕はそもそも話すの好きだったからね。そういうので徐々に要するにね、最初自分が一番話したい人と話すのが一番いいんだよ、最初は。そうすると話すってことそのものに慣れてくるから、だんだんですね、難易度の高いね相手と話せるようになってくるんですよ。例えばわかんないですけど、パリピ的なって言ったらいいの、一番対極に僕のもともとあったオタク貴族主義からしたらですね、もう対角線どころか別宇宙の人間とですね、今だったら話せる気がするそうね。だからそこまで行くにはやっぱり宇宙人みたいな人とも俺話せる気がするもん今。なんかちょっとそのぐらいなんかこう博愛に満ちた心にだんだんなってくるとなれるかなとは思いますけどね。
ただ最初は一番話しやすい人でいいんじゃないかなと思いますよ。世の中グレーゾーンは結構多いと思いますね。人の目が見られないから目を見ているように見えるテクニックを覚えるという面白い目的は目を見ることではなくそれ賢いですね。要するに目が見える風を装ってればいいんですもんね。それは面白いです。だから対策ですよ。傾向と対策ですね。自分の傾向を知っていて対策をすればいいだけの話だってことですね。